アブラムシの被害を受けた植物の再利用方法。イントロダクション。アブラムシは、多くのガーデナーや農家にとって厄介な害虫です。彼らは植物の成長を妨げるだけでなく、病気を媒介することもあります。しかし、アブラムシに被害を受けた植物も、再利用する方法があります。この動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、アブラムシの被害を受けた植物の再利用方法についてご紹介します。コンポストとしての活用。アブラムシにやられた植物ってもう使い道ないのだ。実はアブラムシにやられた植物はコンポストとして再利用できるの。まず植物を細かく刻んでおくことをおすすめするわね。そうすることで分解が早く進むからね。それから他の有機物と混ぜてコンポストにすることで土壌を豊かにする肥料を作れるの。この肥料は植物の成長を助けて健康な土壌を維持するのに役立つのよ。へえ、捨てるだけじゃなくてちゃんと土に戻せるのだな。でもアブラムシがまた戻ってきたりしないのだ。それも心配よね。でもコンポストが適切に管理されていればアブラムシが再び繁殖することはほとんどないの。高温で分解される過程でアブラムシやその卵も死んでしまうから安心して使えるのよ。自然農薬の材料。他には何か使い道ってあるのだ。アブラムシにやられた植物を自然農薬の材料として使う方法もあるの。例えばニンニクや唐辛子と一緒に煮出してスプレーにすることで他の植物を守るための自然な防虫スプレーが作れるの。このスプレーは市販の農薬と比べて安全で環境にも優しいのよ。自然のものだけで農薬が作れるなんてすごいエコなのだ。でも効果あるのだ。効果は十分にあるわよ。自然農薬は化学農薬ほど強力ではないかもしれないけれど定期的に使用することでアブラムシを効果的に抑制できるの。それに植物や土壌に優しいのが最大の利点ね。クラフト素材としての再利用。もっとおしゃれな使い方とかってないのだ。実はアブラムシにやられた植物でもクラフト素材として使える場合があるの。例えばドライフラワーにしてリースやポプリに使ったり押し花にしてアート作品にすることもできるの。植物そのものの美しさを生かす方法ね。特に色や形が美しいものはインテリアとして部屋を彩ることができるのよ。それは素敵なのだ。でも虫がついてた植物を飾るのって少し不安なのだ。乾燥させる過程でアブラムシはもう生き残れないから安心して飾って大丈夫よ。乾燥させた植物は長持ちするし特に手入れがいらないのも利点なのよ。まとめ。アブラムシに被害を受けた植物も、工夫次第で様々な形で再利用できます。コンポストや自然農薬、クラフト素材として活用することで、資源を無駄にせずに有効活用することが可能です。これらの方法を試すことで、環境に優しく、持続可能な生活を送る手助けにもなります。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。